国連を巻き込んだ琉球独立、琉球民族先住民ナラティブ戦略だと私は思っているんですけれども、中国政府として初めて公の場で沖縄県民を先住民族と呼んだ。我が国政府として沖縄県出身者が先住民または先住民族であるとの認識は有しておらず、ここもう止めるぞぐらいの強い姿勢で私は望むべきだと。 PFAS 問題と聞くと、多くの人は水質汚染や健康被害を思い浮かべるでしょう。PFAS は分解されにくく環境中に長く残る化学物質で、日本各地でも対策が進められている重要な課題です。しかし今回の国会では、その PFAS 問題の先にあるもう一つの論点が取り上げられました。それが国連を舞台に進む琉球先住民認定をめぐる動きです。梅村瑞穂議員は PFAS 問題が沖縄基地問題や先住民族論と結びつけられ、日本に対する国際的な認識形成、いわゆるナラティブ戦略の一部として利用される可能性があるのではないかと問題提起しました。一方で日本政府は一貫して沖縄県出身者を先住民族とは認識していないと説明しています。環境問題と外交、安全保障が交差するこの議論、石原環境大臣がいつも通りの論点ずらしの答弁を行う中、一体国会では何が語られたのでしょうか。 PFAS 有機フッ素化合物は泡消火剤や撥水加工などに使われてきた化学物質の総称です。分解されにくく環境中に残りやすいため、永遠の化学物質とも呼ばれています。一部の PFAS については健康への影響が懸念され、日本でも製造や使用が規制されています。全国各地で基準値を超える検出例が報告されており、沖縄だけの問題ではなく、全国的な環境課題として調査や対策が進められています。本日もよろしくお願いいたします。参政党の梅村瑞穂でございます。今日は他の委員も取り上げていらっしゃいました PFAS の問題なんですけれども、私からは国連の人種差別撤廃委員会や自由権規約委員会といったところを舞台に、先住民族としての琉球民族は日本と米軍に二重に植民地化された。私たちは米軍の PFAS のせいで安全な飲料水へのアクセスを阻害されているなどと主張する市民グループなどの働きかけによってですね、委員会から日本に琉球民族を先住民だと認めろ、あるいは先住民の権利を守るべきだなどの勧告や報告書が出されている事態となっておりまして、そこに中国も加勢してきてですね、さながらナラティブ戦略の認知戦が展開されているということに対する危機感を皆さんと共有したいなと思っております。参考資料をご覧ください。1ページ目です。これ2022年の出来事なんですけれども、国連の環境問題に関する特別報告者が沖縄にある米軍基地などから漏れ出した有機フッ素化合物 PFOS が検出され続けていることが懸念されているとして問題視している。でこれは国連総会第3委員会、これ人権問題などのテーマで議論するところですけれども、で発表された報告書、有害物質が先住民の人権に与える影響という報告書で記載されているということなんですね。で琉球民族独立総合研究学会なる団体によると、その報告書は世界中で軍事化が、先住民の土地に環境暴力を与えていると指摘しているそうなんですね。でこの報告書、誰がじゃあまとめたんだということなんですけれども、有害物質および廃棄物の管理とか処分とかの観点から人権を与える影響に関してまとめている、特別報告者マルコス・オレリアーナさんという方なんです。次のページご覧くださいませ。2025年、これ国連人権差別撤廃委員会から出されています。この文書自体はですね、国連高等弁務官事務所から発出されているんですけれども、これ英語なんですけれども、裏面見ていただくと黄色に引っ張ってます、琉球沖縄インディジェナス・ピーポーで書いてありまして、これが先住民族という言葉を英語で表したものになりますけれども、何を言ってるかというとですね、人種差別撤廃委員会は琉球沖縄先住民族の権利が侵害される可能性があることを懸念していますであるとかですね、また委員会は琉球沖縄先住民族の自由意思による事前の十分な情報に基づく同意を得るための実効的かつ有意義な協議が行われていないとの報告についても懸念していますなどと訴えているわけなんですね。で日本も地味に反論をしていましてですね、どう言ってるかというと、沖縄県に居住するまたは沖縄県出身の日本国民は他の日本国民と同様、日本国民としての権利が完全にか
ず等しく保障されている沖縄県出身者が先住民または先住民族であるとの認識が日本国内で広く存在するとは認識していない、その通りですよね。沖縄県民の皆さんは日本国民でいらっしゃって、私ども参政党もですねたくさん沖縄に仲間がおりますけれども、私たちは琉球民族なんですって聞いたことないですし、ちょっと調べてみたところですね、総務省にも聞いてみたんです。琉球独立とか沖縄の琉球民族が先住民だというようなマニフェスト公約を掲げて、当選した議員はいるんですかと、そういうことを主張するんだったらまず議員になって変えていこうっていうのは、あってしかるべき動きかなと思うんですけれども、総務省はそういったところを把握する所管っていうのはないっていうことでですね、システムだとかそういったところはもう当然選挙システムなので総務省管轄なんですけれども、分からなかったんですね。でチャット GPT に聞いたところ、それらを公約に掲げて当選した議員というのは県議会でも沖縄の市議会でも国会議員でもいないと言ってたんです。あくまで AI の中の話なんですけれどもね。ということで、次のページをめくっていただきたいと思います。でもう一つ、この自由権規約委員会というところでもいろいろ出されてるんですね。おめくりいただいて裏ページ見てください。でこの文章も先住民とか植民地とかいう言葉が踊るんですけれども、アイヌ、琉球および他の沖縄のコミュニティに影響を与えるあらゆる政策に関する意思決定に自由に参加する権利の尊重を確保しなどという言葉が踊っているわけです。次の参考資料4ページ5ページ、いりますけれども、じゃあどういった方々がそういうことを主張しているのかなと思いましたら、そうですね、国連で先住民族の権利に関する専門家機構の会合が始まって、そこに参加されていたのが、先ほども出てきました琉球民族独立総合研究会、あるいは宜野湾美ら水会なる団体の皆様でございます。で次のページの資料5の裏面見ていただきますと、この会の方はですね、日本と米軍に二重に植民地化された結果、他の多くの問題を引き起こしている PFAS は複数の軍事基地から漏れ出し、長期的な人体への蓄積による深刻な健康被害が懸念されるということでですね、公団 PFAS はいろんなところから漏れ出して長期的な人体への蓄積による深刻な健康被害が懸念されるっていうのはその通りなんですけれども、米軍基地のみならず、そして沖縄のみならず日本国中で今問題になっているのであって、特にその米軍の基地、沖縄の基地に限ったことではないという認識で私はおります。そして、安全な飲料水へのアクセスを直ちに提供することなどを求めたということなんですね。で次の資料6ご覧くださいませ。琉球独立学会が訴え基地 PFAS 汚染解決をということでですね、これ琉球新報の記事なんですけれども、国連フォーラムで、お話をしてこられたっていうようなことを書いてあって、ここにもマルコス・オレリアーナさんの名前が載っております。次のページです。同じく琉球新報のこれはコラムのようなものかなと思うんですけれども、こちらにはですね、どういうふうに書いてあるかというとですね、辺野古移設反対が多数を占めた県民投票の結果を受けても、安倍政権が基地負担を軽減するため辺野古に新基地を作ると沖縄を愚弄する言葉を吐き続けるなら、もはや島はさらなる苦難を覚悟で、独立を施行した方がいいのかもしれない。その場合、沖縄が味方につけるべき相手は中国、ロシア、北朝鮮のうちの1国または3国すべてということなんですね。じゃあここに出てきます中国どうなってますかっていうと、次の資料をご覧くださいませ。2025年10月9日、人権問題を扱う国連第3委員会、先ほどの委員会です。スピーチした中国の国連副大使は、中国政府として初めて公の場で沖縄県民を先住民族と呼んだということでですね、中国は日本に対し、沖縄の人々やその他の先住民族に対する差別と偏見を終わらせるように促すということでですね、まず自国のことを考えていただければというようなコメントが載っているわけでございます。はい、次のページおめくりくださいませ。これ喋るだけで終わってしまってはいけないので、大臣にご質問を投げるつもりでおりますのでねこれストーリーで聞いていただかないとご理解いただけないので、じゃあ沖縄のデニー知事はどうされているかということで、マルコス・オレリアーナ氏を沖縄県が招聘しています。招いているんですね。で知事や関係者との面談、関係者ご覧くださいませ。下の
日程のところに宜野湾チュラ水会、先ほど出てこられましたね、そういう方と一緒に面談をしている米軍基地およびその周辺の視察を行っている PFAS 問題等について話をしているということなんですね。デニー知事っていうのは、この米軍基地からの PFAS 問題、非常に強い姿勢で臨んでいらっしゃることで知られるんですね。で、次のページご覧いただきたいんですけれども、沖縄県庁地下から有機フッ素化合物 PFOS 流出、県は公表せずずさん管理に批判ということで、基地のみならず県庁から出とるやないかい、しかも公表してなかったんかいということでですね、県議会からも批判が出ていたっていうことなんですよね。なんでじゃあすぐさま公表しなかったのかって言ったらですね、ちょっと調べると、ちょうど PFOS が流出したまさにその頃、デニー知事は下のラインのところですね、国連人権理事会の有害物質及び廃棄物、オレリアーナさんの分野ですねに関する会合で米軍の PFOS 問題などを取り上げ演説する予定だったということで、都合が悪かったんじゃないかなと思います。時間の都合で演説できなかったということでございます。で、こういった一連の動きに対して待ったをかけたいと頑張っていらっしゃる方が次のページです。琉球王家の末裔の方ですね。で、沖縄の人々の DNA を紐解くと先住民族ではない日本人だと述べた上で、国連の誤った勧告や沖縄は中国のものとの主張は歴史を無視したもので毅然と反論すべきだと語ったということ、全くその通りだと私は思っております。これは非常に問題だと思っております。ナラティブ戦略、認知戦ということになっていると思うんですね。で、最後につけている朝日新聞は、米軍基地なくても全県で PFAS 検出、沖縄に驚き、土壌の基準なしということで、沖縄でもあちこちで米軍基地から離れたところからも PFAS は出てますよということでございました。お待たせしました。質問でございます。すいません。こうした動き、最初にこの質問です。沖縄県庁の PFOS 問題についての県の対応について、大臣、どう思われますか。水質汚濁法、汚濁防止法ではですね、事故等により、PFOS 等がですね、公共用水域等にですね、流出し、人の健康等に被害を生ずる恐れがある場合には、事故へのですね、応急の措置を講ずること、速やかに都道府県知事等に届け出を行うことを義務付けております。今回のケースは実は那覇市の方にですね、報告をしなければいけなかったわけでありますけれども、届け出をしなければいけなかったわけですけれども、PFOS 等については、地域の方々から不安の声があることも踏まえてですね、沖縄県に限らずですね、関係者において、このような事故時の措置を含め、適切にですね、対応していきたいというふうにですね、考えております。環境省としても、PFOS 等含有消火剤の排出時における対応について、通知を発出するなど、関係者にですね、周知徹底を図ってまいりました。今後ともですね、PFOS 等、含有消火剤、流出時の対応が円滑に行われるよう取り組んでまいります。一般論として速やかに対応すべきと。で、必ずしも国に報告する必要というのはないんだけれども、必要な指導助言等も行ってくださるということなんですけれども、やっぱりですね、こういった問題が起きたときには速やかに公表していただくっていうのも当然の対応だと思います。そうでなくても、この PFOS の問題について、日頃は他の方に厳しく対応されている、そういう姿勢をとっていらっしゃる方ですので、違和感を感じた次第です。で、国連を巻き込んだ琉球独立、琉球民族先住民ナラティブ戦略だと私は思っているんですけれども、こういった事態にどう立ち向かっていかれるんでしょうか。我が国政府として、沖縄県出身者が先住民または先住民族であるとの認識は有しておらず、沖縄県出身者が先住民族であるとの認識が日本国内に広く存在するとは考えておりません。実際、沖縄県内の複数の市議会等において、沖縄県出身者が先住民や先住民族であるとの認識は誤りであるとの抗議の声も上がっております。この点については、政府として国連の場を含め国際社会において明確に説明してきているところでございまして、引き続きしっかりと我が国の考え方を説明していく考えでございます。日本人は控えめな性質ですけれども、しっかりと言うべきことをバシッと言っていただく。で、言うだけではなくてですね、例えば女子差別撤廃委員会がですね、かつて、皇位継承に関して大変失礼な勧告をしたことがありました。その時には拠出金を、この委員会に、使ってくれるなというふうに強く我が国は対応したわけなんですね。で、日本は国連に毎年拠出金出していて、この、国連人権高等弁務官事務所
OHCR でしたっけ、ちょっとレターは忘れましたけれども、アルファベットの、令和8年度は123万8000円ほど拠出していると聞いていますけれども、ここ、もう止めるぞぐらいの強い姿勢で私は臨むべきだということをお伝えしておきたいと思います。で、外務省に、もう一点お伺いしたいんですけれども、玉城知事とオレリアーナ氏が、先ほど皆さんにも資料を見ていただきました、2024年11月18日、会談をしていらっしゃいます。外務省は同席していましたでしょうか。また、この会談で琉球独立、あるいは琉球民族先住民というキーワードで、何か語られたものがあるのかどうか把握していらっしゃったら教えてください。オレリアーナ有害廃棄物特別報告者でございますけれども、先ほど委員からもご指摘ありましたとおり、沖縄県の招待を受けて、沖縄県を訪問したということを承知しております。委員ご指摘の会談にですね、外務省は同席しておりません。また、外務省として面会において、琉球民族や先住民といったことについて言及があったということも承知をしておりません。はい、同席してなかったらわからないですし、一体何を話していらっしゃったのか、非常に気になるところでございます。ではですね、環境大臣にお伺いしたいと思います。PFAS の問題というのはですね、一部には令和の水俣病と言われるぐらい深刻な問題だと思います。しっかりと調査をして健康被害の実態をつかむことも大切なことです。これに関してはまた違う機会に質問もしたいと思ってるんですけれども、この PFAS 問題について汚染原因のこの全国的な問題なのか、それとも沖縄の米軍基地に限った問題なのか、環境大臣としてお考えをお聞かせください。お答え申し上げます。PFAS はですね、過去半世紀にわたって、泡消火剤やコーティング剤など様々な用途で、使用されてきました。このうち、PFOS、PFOA については、すでに国内でのですね、製造等は原則禁止しております。過去に製造等を行っていた場所から様々な形で、排出するものが環境中に残っているというふうに考えております。環境省の調査結果によればですね、沖縄県以外でも PFOS、PFOA の、指針値のですね、超過が見られる地域があり、対策が講じられているところであります。環境省としてはですね、地域の方々の声を真摯に受け止め、科学的知見を踏まえた対応を引き続き着実に進めてまいります。梅村美穂君。もうちょっとバシッと言っていただきたかったっていうのはありますけれども、時間になりましたので終わります。ありがとうございました。